世界のミリタリーニュース。新防衛研究チャンネルのセカンドチャンネルである当チャンネルでは世界の軍事関連ニュース、軍事テクノロジーについてお届けしていく予定です。不定期投稿となりますので、チャンネル登録、ベル登録をしていただけると最新コンテンツがお知らせされますので、ぜひご検討ください。それではコンテンツをお楽しみください。戦車占領超、装甲車9000両規模。ドイツ軍、大機構軍団、復活へ。ドイツ連邦軍が進めている大規模なボクサー装輪装甲車調達計画、アルミニウスが、2026年12月にも正式契約へ進む見通しとなりました。ドイツは、戦車1000両以上、装甲車、数千両の調達計画を策定中で、その中の一つ、最も具体化しているのが、アルミニウス計画です。ドイツ防衛企業、ラインメタルのアルミン・パッパーガー CEO が、2026年8月6日のアナリスト向け説明会で明らかにしたもので、最初の確定発注だけでも、総額は約250億ユーロ、約4兆3000億円に達する見込みです。さらに、追加車両を調達するためのオプションを含めた産業側の提案総額は750億ユーロ、約12兆9000億円を超える規模となっており、実現すれば、ドイツ連邦軍の装甲車調達として、極めて大規模な計画となります。パッパーガー CEO によると、最初の確定発注のうち、ラインメタル分は約124億ユーロになる見通しです。ボクサーを製造するアルテックは、ラインメタルと KNDS ドイツラントが関係する共同事業ですが、今回のボクサー売上について、ラインメタルと KNDS ドイツラントが50対50で分配することで合意したとされており、これを元にすると、確定発注全体では、約250億ユーロ、約4兆3000億円になります。現在の予定では、ドイツ連邦軍との最終協議が、2026年9月第2週に行われます。その後、12月9日に、ドイツ連邦議会で計画が審議され、予定通り承認手続きが進めば、その数日後にもアルミニウス契約が締結される可能性があります。今回の計画で特に注目されるのが、その車両数です。ハルトプンクトが得た情報によると、最初の確定発注だけで約1800両のボクサーが対象となります。さらに、産業側が提示している第1オプションが行使された場合、アルミニウス計画全体のボクサーは約3500両へ増加します。第2オプションまで行使された場合には、最終的な調達規模は約5500両に達する可能性があります。つまり、アルミニウスは単純に1種類の装甲車を大量購入する計画ではありません。ボクサーという共通の車体を基盤として、指揮、輸送、防空、砲兵、衛星、火力支援など、多数の任務に対応する車両を一括して整備する巨大な調達計画です。確定発注分で大きな割合を占めるとされているのが、指揮用ボクサーとスカイレンジャー、自走対空砲です。スカイレンジャーは、ボクサー車体を利用する近距離防空システムで、ドイツ陸軍が再構築を進めている地上部隊防空能力の一部を担うことになります。さらに、アルミニウスには、ボクサーをベースとした RCH-155 装輪自走榴弾砲の追加調達も含まれるとされています。RCH-155 は、155ミリ砲をボクサー車体に搭載した装輪式の自走砲で、機動性の高い砲兵システムとして、ドイツ連邦軍が導入を進めています。その他、兵員輸送車、架橋車、衛星車、強襲車なども確定発注に含まれる見込みです。さらに、JFST、シュベアと呼ばれる統合火力支援チーム用ボクサーも調達対象とされています。この車両は、地上部隊の間接射撃だけではなく、攻撃ヘリコプターや空軍による航空攻撃などを含め、複数の火力を目標に対して誘導、調整するための車両です。ドイツ連邦軍は、この JFST、シュベアについて、およそ150から200両規模の需要を想定していると報じられています。また、NN ベースと呼ばれる近距離、
短距離防空システム用のボクサーもアルミニウスに含まれる見込みです。このため、ボクサーは単なる装甲兵員輸送車ではなく、ドイツ陸軍の防空、砲兵、指揮統制、衛星、火力支援などを支える共通装輪プラットフォームとして、急速に用途を拡大することになります。さらに、追加のシュベーラー・バッフェントレーガー・インファンテリー、日本語では重歩兵兵器運搬車と呼べる車両や、シャカール、英語ではジャッカル装輪歩兵戦闘車についても、アルミニウスを通じた追加調達が検討されているとされています。ドイツ連邦軍は、すでに重歩兵兵器運搬車について、最大123両、約27億ユーロで調達する契約をラインメタルと締結しています。1両あたり2200万ユーロ、約38億円となります。ただし、これには長期間にわたるサービスとメンテナンスが含まれています。そこで、仮に車両本体と長期的な維持、サービス費が同程度を占めると仮定した場合、車両本体は1両あたり約19億円程度と試算できます。陸上自衛隊が即応機動連隊用に導入を進めている共通戦術装輪車偵察戦闘型が令和7年度予算で6両の取得で約90億円、1両あたり15億円、24式機動 120mm 迫撃砲が8両取得で83億円、1両あたり約10億円となります。ボクサーの方が割高な感じではあります。ちなみに、レオパルト 2A8 戦車は契約総額を単純計算すると、1両あたり約2800万ユーロ、約48億円となります。こちらも車両本体以外の費用を含むため、仮に車両本体とその他の費用を半々と仮定すれば、車両本体は約24億円と試算できます。10式戦車は、令和7年調達価格が1両あたり約 17.1 億円となっています。設計思想などが違っているので、一概に比較するには問題があるでしょうが、主力戦車1両で比較すると、こちらもそれなりに開きがあります。こうした欧州製装備の価格上昇が続けば、価格競争力次第では、日本製装備に輸出の機会が生まれる可能性も考えられます。話は戻りますが、この重歩兵兵器運搬車は、ボクサー 8×8 をベースとし、30mm 機関砲を備えたランス砲塔を搭載するもので、ドイツ陸軍が編成を進める中型部隊の火力と機動力を担う車両として位置づけられています。一方、アルミニウスとは別に、ボクサー衛星車38両と強襲車10両の新造契約もすでに進められています。KNDS ドイツラントが2025年11月に発表した契約では、この48両だけで3億5200万ユーロ、約605億円、1両あたり 12.6 億円となっており、さらに衛星車150両、強襲車100両を追加できるオプションが設定されています。納入開始は2028年初頭が予定されています。アルミニウス計画では、こうした従来個別に進められてきた多数のボクサー派生型を大規模な包括契約の下で調達できるようにすることが構想されています。当初報じられていた計画では、車種ごとに個別契約を結ぶのではなく、大規模な包括的枠組み契約をアルテックと締結し、必要に応じて各種ボクサーを発注できる方式が検討されていました。2025年11月の段階では、確定発注約1800両に加え、将来的なオプションを含めて、最大3000両程度、事業規模約400億ユーロ、約6兆8800億円という数字が報じられていました。2026年5月にも、ラインメタルは、最大3000両、約400億ユーロ規模になる可能性を示していました。しかし、8月に明らかになった最新の産業側提案では、その規模がさらに拡大しています。第1オプションでは、ラインメタル分だけで、さらに、約140億ユーロ、約2兆4100億円相当の車両が、2030年から2035年にかけて供給される計画です。第1、第2オプションを合わせたラインメタル分の規模は、約260億ユーロ、約4兆4700億円になるとされています。確定発注とオプションをすべて合わせると、産業側が提示しているアルミニウスの最大契約規模は、
750億ユーロ、約12兆9000億円を超えることになります。ただし、パッパーガー CEO は、この最大規模の枠組み契約を、ドイツ連邦軍が実際に全て締結するかについては保証できないとしています。したがって、ボクサー約5500両という数字は、現時点で確定した発注数ではなく、第2オプションまで完全に行使された場合の最大規模です。現時点で計画されている確定発注は約1800両となります。さらに、車両そのものとは別に、アルミニウスで確定発注されるボクサーを支援するためのサービス契約も予定されています。こちらは、約40億ユーロ規模となる見込みで、その半分に当たる約20億ユーロがラインメタル分になるとされています。サービス契約については、2027年1月の締結が予定されています。大規模調達を実現するため、メーカー側では、すでに、ボクサーの生産能力拡大も進められています。KNDS ドイツラントは、ミュンヘンアラッハ工場に、ボクサー用の新しい量産ラインを整備しており、同ラインでは、月10機のボクサー車両モジュールをライン生産できる体制が構築されています。さらに、KNDS ドイツラントは、自動車部品大手ドレクスルマイヤーとの戦略的協力など、防衛産業以外の企業も活用しながら、生産能力の拡大を進めています。アルミニウス計画が浮上した当初から、大量発注が実現した場合には、ラインメタルと KNDS ドイツラントが、ボクサーの生産能力を大幅に引き上げる必要があり、ピーク時には、1日2から3両規模の生産が必要になるとの見方も報じられていました。ロイターも、2025年7月、ドイツ政府が、最大3000両規模のボクサー調達を検討していると報じており、ドイツが、装輪装甲車部隊を大幅に拡大する方向性は、以前から伝えられていました。その後に明らかになったアルミニウスの最新構想では、確定発注約1800両に加えて、2段階のオプションを設定することで、必要になった場合には、約3500両、さらに、最大約5500両まで、ボクサーファミリーを拡大できる枠組みが提示されています。12月に予定されている契約が成立すれば、ドイツ連邦軍は、ボクサーを一部部隊向けの装甲車から、指揮、兵員輸送、砲兵、防空、衛星、火力支援、架橋など多数の任務を担う共通車両ファミリーへと大幅に拡大していくことになります。ドイツは2021年に NATO に対して2030年までに10個の戦闘旅団を提供することで合意していました。そして、今回、NATO は、新たな能力目標の下で、ドイツに対し、今後10年以内に、最大7個戦闘旅団を追加で提供するよう求めていると報じられています。この NATO に、追加で提供する戦闘旅団分だけで、戦車は、数百両、ボクサー装甲車2500両、必要になると見積もられています。それまでに合意していた10個戦闘旅団など、他の部隊の整備等々を加えると、ドイツ軍が整備する装甲車両の数は、戦車1000両以上、装甲車両は、ボクサーで最大5500両、フィンランド製パトリアが、最低3500両に及ぶと報じられています。装甲車両の中には、最新の防空機関砲システムを搭載したスカイレンジャーが600両程度含まれると推定されています。戦車については、レオパルト 2A8 などの追加調達が進められており、フランスと共同開発を進めている次期主力戦車は、まだまだ先のようです。ドイツ軍は、ボクサー装甲車以外に、パトリア装甲車も装備する方向のようです。パトリアは、陸自も、普通可連隊用に、導入を決定しています。ドイツといえば、機甲部隊がすぐに浮かぶほど、大陸型の大機甲部隊を編成してきた歴史があります。ウクライナ戦争で、双方の機甲部隊がドローンによる攻撃で大きな被害を出しており、戦車不要論や装甲車不要論が出ていますが、歩兵自体はなくなることはないので、歩兵をより安全に移動させるには、やはり装甲車両が必要になるでしょう。ドイツは機甲部隊に防空システムであるスカイレンジャーを装甲車両にある程度の比率で配備することで、ドローンの脅威を直接取り除こうとしており、それ以外の手段も含めると、ドローン攻撃に耐えながら前進できる機甲部隊の編成は可能と見ているようです。
また、ドイツの戦車、装甲車は、欧州で標準的な装備として採用されることが多い、傑作兵器をいくつも生み出していますので、今後、他国での採用が進む可能性があり、さらに、多くの製造が必要になる可能性があるでしょう。無駄に長かったメルケル政権でズタズタにされたドイツ軍の復活には、10年近い歳月が必要とも言われていますが、ロシアのウクライナ侵攻によって、ドイツをはじめ欧州諸国が目覚めたようですので、今後はしばらく戦力の増強が続くでしょう。新防衛研究チャンネルセカンドのコンテンツはいかがでしたでしょうか。チャンネル登録、ベル登録、いいねをお待ちしております。メインチャンネルでは、ウクライナや中東の日々の戦況などを毎日配信しています。また、姉妹チャンネル、近藤機関では、構造で読み解くをテーマに、軍事、外交、政治など様々なことについて考察しています。お時間があれば、これらのチャンネルもご覧いただけると嬉しいです。